日本はここ30年間少子高齢化が加速し、社会保障費の負担は増大しました。ですが我が国は資源輸入国にもかかわらず MRJ や原発産業も失敗し、日本の主要産業は自動車のままで、半導体や IT 分野でも他国より突出しているとは言い難いです。還元すれば少子化で内需は縮小するにもかかわらず、産業構造は変わらずおまこんです。ひろきさんの同様に今後を見据えて海外と居住するのも考えた方が良いでしょうか。そうですねってなっちゃうんですよね。僕はそう思ったので、海外にも軸足を置いた方が安全だよねっていう風に思ってしまったんですけど、日本人が勤勉で真面目な人も多いので、日本の国としてはいい国だし治安もいいので、ちゃんと続いてほしいとは思うのですが、労働者の負担率が先進国の中では一番高いんじゃないかな。結局その労働者が取られる金額っていうのが大きいので、そこは労働者が稼いだお金を自分に使えないっていうのがあるんですよね。将来年金になって帰ってくるからいいじゃないかみたいな話もあるんですけど、将来の話をしてるわけじゃないんだ。今の話をしてるんだっていうことなんですよ。今の話でいくと、じゃあ取られる金額が多いので子供を育てて暮らすというのは難しいよねっていう。日本人の人口を増やすのであれば、平均年収だいたい470万ぐらいで子供を3人育てられるような社会にしないと日本は成立しません。2人だと人口はどんどん減っていくし、結婚できない人とか同性愛の人とかもいるので、結婚できる人は基本3人産まない限り人口は減っていくんですよ。2人だとどんどん減っていくので。でもどれくらいの金額でそれができるのっていうと、平均年収470万円でもできなきゃいけないんですよ。で、子供3人育てるってなると、日本の場合だとほぼ専業主婦になりますと。3人を同じような年代にして、とっとと卒業させて、その後働くパートとかもあるかもしれないですけど、じゃあ470万円で家族5人が暮らせるような社会というのを日本はやってますかっていうと、社会システムとしてやってないんですよね。で、そうすると人口が減っていくよね。若い人たちがお金がないので、自分のスキルを上げるというと難しいですと。人口かける教育レベルというのが、基本的には経済に相関しますと。石油が出ますとかレアメタルが出ますとかっていうのを置いといて、資源がない状態の国の経済力というのは基本的に人間によって作られるわけですよ。自動車を作るとかね。なのでそうすると人口の量と教育レベルなんですけど、教育レベルって日本は今下がり始めてるんですよ。親の学歴を超えない初の世代が生まれ始めたんですよね。昔戦後は中卒高卒の親が子供を産んで、子供が高卒になりました、大卒になりましたとか、子供が親の学歴を超えるのが当たり前の時代がずっと来たんですけど、今親は大卒なのに子供は高卒とか学歴を超えないという世代がちょこちょこ出始めたんですよ。もちろん大卒の割合というのは一応増えてはいるんですけど、でも大卒になったとしても F ランなので基本的にはあんまり優秀じゃないよねっていうのもいるよねっていうのもあるんですけど、とはいえその大卒の子供が少ないよね、大卒の労働者が少ないよねという状態で、さらに働いてもお金をどんどん取られます、3人子供が作れないよねっていうのがあると、やっぱり長期的にこの構造って成立しないよねっていうのがあって、どっかのタイミングで多分内紛が起こると思うんですよ。アメリカでブラックライブズマターっていうのがあったように、黒人と白人同士の対決みたいな形で、そこでアメリカが選んだのはトランプ大統領ですっていうので、そこでもう分断してるよねっていう形で、日本もどこかで多分労働者は自分たちのお金が自分たちで使えるべきだよね。俺たちは子供を育てて子供を幸せにしたいんだっていう形で、何らかしらの内紛的なものが起こると思うんですよ。で、起こらない方がいいよねっていう綺麗事を望む人たちが日本に多いんですけど、多分内紛が起こらないともっと悪化します。少子化の割合はどんどん上がってるので、なので子供を作らないという選択肢を取る若い人はどんどん多くて、日本人は毎年80万人ぐらい減っていて、結婚した人も子供を作らなくて、子供が生まれなくて、で子供にもコストがかかるから2人3人産む人はあんまりなくて、作っても1人という状態で、内紛が起こらないので幸せそうな社会に見えるんですけど、結果としてどんどん日本経済というのは力を失っていくという形になるだろうなというのを、これを否定できる人がいたら教えてください。いや、なので自民党の頭のいい人たちは移民を入れるという解を得たんですよね。労働者が不足するのであれば外国人労働者を入れればよい。なので20代の外国人の労働者を入れて肉体労働をさせますと。ただ20代の外国人労働者に肉体労働をさせて、その外国人労働者が40歳、50歳、60歳になった時に、その生活費を誰が出すのですかっていうところに答えがないままなんですよ。で、なぜ答えがないままかというと、その時には自民党の政治家はみんなこの世にいないからです。60代、70代、80代の政治家は20年後、30年後いないんですよ。
なので20代の外国人をいっぱい入れて、じゃあこれ労働力あるから日本なんとか回るよね。でも労働力があるということで入れてしまった外国人で高度な仕事ができるわけでもなくて、肉体労働しかできない人が50代とかで体が動かなくなりました。でももう元の国には戻りません。日本にずっといますってなると、じゃあそれはその生活というのが日本社会が負担しなきゃいけないよねってなると、そこを誰が負担するのですかっていうトラブルが起きた時にはすでにその政治家はいないっていうところだったりするので、なので内紛が起こらない方がいいよね、分断は起こらない方がいいよね、分断は良くないよねっていうのは言うんですけど、むしろ分断が起きた方がまだ日本は未来があるんじゃないかなと思うんですけど、なので今のところ日本は未来がない方向に進んでるんじゃないかなというのが見立てですね。僕もそうなんじゃないかなと思うんですけど、なのでなんかそうじゃないんだっていう答えをくれる人を僕は知りたいんですよね。なのでなんかその答えがないまま行くのであれば、それを日本の人たちが選ぶのであれば、僕は民主主義なので日本人の人が自分たちでそれを選ぶのであれば別にそれでいいと思うんですよ。ただ僕はそこで同じように落ちていくのは嫌なので、日本は良くなってほしいとは思うけど、日本がダメになったとしても別に僕は他の国でも暮らせますよという状況を前もって作ったっていうのが8年前かな、外国で住めるようにしとくっていうのをやったので、日本って大変だよねっていうのは思ってるし、なんとかした方がいいよねとは思ってるんですけど、でもまあ民主主義で皆さんがそちらを選ぶのであればそれは皆さんのご自由じゃないですかっていう。だから石丸さんと僕同じ結論なんですよね。石丸さんが投票で負けた時にどう思うかっていうので、それを有権者の人が選んだのであればそれは皆さんの結論なので僕は構いませんよっていう言い方をするんですよ。で僕も多分同じで、民主主義で皆さんが日本がだんだんこう細くなる方向を選ぶのであればそれはそれでいいのではないですか。それだって皆さんが選ぶんですからっていう。民主主義ってみんなが選ぶというのが大事で、僕とか石丸さんみたいな人がこうすべきだって言っててもそれは僕違うと思うんですよ。それは独裁だと思うんですよ。なので皆さんが日本がだんだん細くなるっていうのを選ぶのであればそれはそれでいいんじゃないの。僕は一緒に落ちないところは確保しますよっていう話です。はい。なのでなんか逆にこれをこうそうじゃないんだって反論できる人を僕知りたいんですよね。分断は良くないとかっていう人は割と多いんですけど、じゃあ今後の日本どうするのですかというのをちゃんと答えてる人を見たことがないので、もしいれば教えてください。こういうやり方があるんだとかこういう方法論があるんだっていうのがあれば教えてください。X で年収1200万なのに子供さんに育てられるのは社会が悪いというようなポストが伸びておいて、お金を使いすぎ、子供さんに産むのは計画性がなさすぎといろんなコメントがありました。税制の割合が高いのでいろんな要素ありますが、個人的な意見として年収1200万しか稼げない本人の努力不足の問題なのかなと思います。りょくさんどんな感触を持ちましたか。本人の努力の問題だとは僕は思わなくて、日本人の平均年収が440万ぐらいかね今。非正規雇用の人とかもいるので、それを除いたとして、でも一般的にはそれなりに働いている人の平均年収というのはだいたい400万後半で500万ぐらいなので、なので500万を超えている時点で結構努力をしているよねって話で、日本人って結婚してる夫婦が子供を2人作ったとしても人口はどんどん減っていくんですよ。事故があったりとか結婚しない人もいるので、日本という国を日本人の国として維持させるためには平均年収の人たちが3人の子供を作るというのをやらなければ基本的には日本人というのはどんどん減っていきます。なのでなぜ攻めるのかという問題なんですけど、500万の人が子供3人育てられるという国にしない限り、日本というのは、日本人はどんどん減っていくんですよ。なので、年収1200万で子供3人育てられるのは社会が悪いわ。で、これは悪いのは社会ではないです。政治です。社会システムを作るのは政治なんですよ。子供が2人いました。3人いました。3人産んだ途端にボッコボコに殴られるとかであれば、じゃあそれはボッコボコに殴らない法律を作ればいいって話で、社会の仕組みというのをみんなで合意して作りましょうっていうのが政治なんですよ。1200万円の人でも子供3人作れるべきだし、500万円の人でも子供3人作れるべきなんですよ。なぜべき論かって言ってると、そうしないと日本人の国消滅するんですよ。どうでもいいやって人もいると思うんですけど、少なくとも日本人の国が日本人の人口を維持するというのは必要だよねというところで同意しているのであれば、次にやるべきことは年収500万円ぐらいの人でも子供さんに育てられる社会にしなければいけないよねっていうべき論になるんですよ。なのでなんかそこが1200万円なのに子供3人なんてけしからんって言ってるのは、日本人を減らしたいのか算数のできない人なのかどっちなのかなと思いますけども。でもね、日本で結構ね算数できない
ない人多いんですよ。年収1200万で子供さんにを育てようとするのが悪いみたいなのとかもそうなんですけど、女系天皇を認めない系の人とかも、天皇家というのがありますと。で、基本的には結婚して、今の日本人の場合、天皇家の人が、じゃあ子供1人か2人しか産まないってなると、天皇家は計算上滅亡するんですよ。2人産んでたら事故があった場合とかでもうアウトなんですよ。で、仮に2人産んでも女の子だったらアウトなんですよ。2人とも女の子っていうパターンね。そうすると、男の子が生まれるだけの人数の子供を産む、もしくは女系天皇を認めるの、どちらかしか選択肢がないんですよ。今の日本の法律でやるなら。大正時代みたいな愛人でも妾でも OK ですっていうのであれば、子孫を作れる可能性はあるんですよ。でも今のキリスト教の文化によって日本は一夫一夫制になったので、一夫一夫制で奥さんは一人ですってなると、やっぱり子供が作れる可能性、奥さんが子供を産めない可能性もあるんですよね。天皇家の人が。っていうのを考えると、じゃあ一族はその奥さんが子供を産めないってなると、じゃあ他の血族から行かなきゃいけないよね。でも他の血族は子供2人だけど女の子でしたって言うとダメだよねってなるので、女の子でも告げるという形にするか、もしくは妾だったり愛人だったりを認めるとかにしない限りは、万世一系の天皇家というのを続けることはできないよねっていうのって、普通に算数できればわかると思うんですよ。でもなんかね、算数できない人多くて、女性の天皇は認めない。でも天皇制は維持すべきだみたいなのが出て、いやいや、算数できたら女性認めなくて天皇制続けるの無理ってわかるでしょってなんですけど、でも日本人は算数できない人が多数なんじゃないかなと思います。はい、生活保護推奨かと思ってましたが、外国人生活保護は消極的なような気になりました。この後の考え方を詳しくお伝えください。私は外国人への生活保護はその国の自助力を阻害する恐れがあることと、日本が世界中の貧困を養えないという理由から反対です。あ、そうですよ。なので僕は外国人への生活保護は積極的には賛成してないですよ。どういう外国人が日本に滞在できるかっていうので、じゃあ技術研修生的な人が来ました。日本に滞在する権利がありますと。で、その人がじゃあ働けなくなりました。入院しました。生活保護を申請しました。で、その後、働けない。なぜなら日本語が喋れないから。と言って、ずっと生活保護をもらい続ける。というのが、理論上可能なんですよ。っていうのがバレちゃうと、多分技能実習生的なところに世界中の人たちが応募来ちゃうと思うんですよね。そうすると、日本人の人たちが外国人の人の生活のためにひたすらお金を払い続けるということになってしまうので、で、今ですら日本の若者はお金が足りないので、結婚するのも遅くなり、年収1200万円ないのに子供3人を持つのいかがなものかみたいなこと言われてしまうんですよ。で、可処分所得が少ないのはなぜなのかっていうと、社会保障の金額が高いからなんですよね。減少しない範囲で日本という国を存続させるというのであれば、まずはその外国人の人の生活費を日本人が払うというのは僕はやる必要はないんじゃないかなと思います。そこまで優秀ではない外国人に滞在許可を与えて生活保護を取らせるというやり方は良くないんじゃないかなと思ってます。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。